愛する人のためにあなたならどこまでやりますか。2006年3月、中国蘭州市の町医者のもとに一人の高齢の男性がかなり切羽詰まった様子で駆け込んできました。話を聞いてみると、その高齢の男性は何軒もの病院を回ったとのこと。しかし、どこの病院も彼の頼みを聞き入れてはくれず、非常に困っているというんです。いくつもの病院が断れたなんて、一体どこが悪いんですか。医者が身を乗り出し聞いたところ、男性の口から発せられたのは予想の遥か上を超えた要求だったんです。先生、お願いです。どうか私の腎臓を買ってください。必死に臓器売買を持ちかけてくる謎の男性。彼には腎臓を売ってでも叶えたい夢があったんです。その裏側には娘の常軌を逸した愛があったんです。おそす、刃がなくなってきたよ、ケンちゃんです。あなたの心に入らぬ闇闇子です。本日皆様にご紹介するのは中国の激ヤバ家族ヤン一家についてなんです。どうヤバいかというと、一人の人間に対する執着心が異常なんです。では早速、当時のヤン一家は一体どんな状況だったのか見ていきたいと思います。困窮する生活。遡ること18年ほど前の2003年、中国蘭州市で極貧生活を送るある家族がいました。ヤン一家は元中学教師の父親と主婦の母親、一人娘の3人家族。一家の毎月の収入は父親の年金1900人民元、日本円にして1万5000円ほど。これは中国では平均的な収入なんです。にもかかわらずヤン一家は借金を繰り返していました。そしてこの年、ついに住み慣れた家を手放し、狭く粗末な家に引っ越すことに。さらに翌々年の2005年、再び生活は苦しくなり、またも家を売りに出したんです。しかしそれでもお金は底をつき、翌年の2006年、父親は病院に駆け込みます。お願いだ、私の臓器を買ってくれ。なんとヤン氏は違法行為である臓器売買をしてでもお金を手に入れようとしていたんです。中国でも人気の教師という職業についていて、生活するのに十分な年金があるにもかかわらず、なぜこんなにも必死にお金を作ろうとするのか。それは全て愛する娘のためでした。臓器売買なんてさ、最終手段じゃない。いろいろやることのお金を得る手段として、娘さんがかなり重い病気だったとかってことでしょ。病気じゃないんですよ。病気じゃないのにこんなヤバい状況だったことがヤバい、そういう状況。どういうこと？ヤン一家の一人娘の名前はヤン・リー・ジュエン。彼女はある病に侵されていました。それは恋の病。どういうこと？リー・ジュエンはある歌手に恋をしていたんです。そう、父親が必死にお金を集めていたその理由、それは娘が歌手の追っかけ活動をする資金を捻出するため。もうやばか。リー・ジュエンが入れ込んでいたのは歌手のアンディ・ラウ。彼は歌手でありながら俳優業もこなす、中華圏では知らない人がいないほどの国民的大スター。日本でいうところのキムタク的存在なんです。芸能人に対してそこまで本気になれるものなの、人って。芸能人の方と接する機会なんてのもないよねって思うわけで、本当の恋まで普通は至らないのかもしれないですね。父親が借金をし始めたのは1997年、リー・ジュエンが20歳の時でした。彼女は両親に香港に行きたいと訴えます。理由はもちろんアンディに会うため。当時から家族は裕福ではありませんでしたが、父は可愛い娘のために方々に頼んで借金し、お金を集めたんです。最終的に集まった金額は15万円。中国の平均月収が1万5000円ほどなので、いかに大金かがわかります。こうして父親が集めたお金を使い、リー・ジュエンは初めて憧れのアンディの香港コンサートに参加。しかしいざ参加してみると、ある問題が。団体旅行のツアーで香港へ行ったため、自由時間がほとんどなかったんです。リー・ジュエンは旅行業者にせき立てられ、ファンクラブのドアの前でアンディの写真を撮るのがやっとでした。悲しいな。そのためリー・ジュエンはアンディのコンサートに満足に参加することができなかったんです。いやいや、もう自分で行けばよかったのに、なんでわざわざ団体旅行なんかに参加しちゃってんの。団体旅行の方がね、一人で行くよりその交通費とか宿泊費とかがね、安上がりになったんじゃないかとも言われてるんですよ。痛恨のミスをしてしまったリー・ジュエンだったんですが、彼女はこんなんじゃ諦め。失意の中、香港ツアーから戻ってきたリー・ジュエンはアンディのスケジュールをくまなくチェック。対面するチャンスを探ります。そして北京で行われる大規模なコンサートを見つけたんです。彼女は借金の返済に追われる父親に北京に行きたいと頼みます。もちろんヤン一家にそんなお金は残されていないんですが、父は娘の願いを叶えるため信じられない行動に出るんです。なんと家を売り払いお金を捻出したんです。バカ。こうして手に入れたお金を使い、ヤン一家は全員でアンディの北京コンサートに向かいます。全員かい。コンサートは大盛り上がり。
リー・ジュエンは初めて生でアンディを見ることができたんです。父親もこれで一安心。やっと娘の夢が叶った。一方で娘のリー・ジュエンがこの時に抱いた感情はというと、凄まじい怒りでした。彼女の席は前から11列目。当然それ以上アンディに近づくことはできません。それに加えアンディが自分と目を合わせなかったことに彼女は激怒していたんです。でもこんなんじゃリー・ジュエン諦めま。最後まで言いなさい。リー・ジュエンにチャンスが巡ってきたのは2006年。翌年2007年に香港でアンディのファンミーティングが開かれることになったんです。参加者は抽選で選ばれます。そのためリー・ジュエンは毎日ハガキを送り続けました。その数なんと3000枚以上。1日に2枚以上送っとるやん。この努力は見事に功を奏し、リー・ジュエンは無事当選。ファンミーティング行きの切符を手に入れるんです。しかし問題はやはり香港への旅費。家まで売り飛ばした父親に残ったものは何もないんです。それでも父は娘を失望させたくない一心で自分の腎臓を売ろうと病院を何軒もはしごしました。親バカですが、もちろんどこの病院も取り合ってくれるはずもなく、仕方なく小売菓子から借金を重ねたんです。そして2007年、ヤン一家は香港に向かう前に地元蘭州市の報道局を訪れました。自分たちの状況を訴えこう宣言するんです。私たちにはもうお金がありません。今度こそアンディに会わなくてはならない。もし会えないなら北京で彼を待ち続けます。この報道がきっかけでヤン一家は話題となり、リー・ジュエンはアンディ・ラウの最強ストーカーとして注目を集めるんです。アンディ・ラウはさ、確かにハンサムよ、ハンサムだけどここまでなっちゃうのは異常すぎるわよ。リー・ジュエンのねこの異常な追っかけになってしまったのもね、ある日の夢がきっかけだったんです。混ざり合う夢と現実。1994年、リー・ジュエンが16歳の時、彼女の夢に1枚の写真が出てくるんです。写真に写っていたのは国民的スターアンディ・ラウ。そして写真のそばにこんなメッセージが。君が僕に近づいてくれるなら僕らは愛を持って巡り合える。朝になり目が覚めたリー・ジュエンは確信します。これは単なる夢じゃない、お告げだ。以来リー・ジュエンは一日中アンディの記事を読み漁り、アルバムの海賊版テープを買い集めファンレターを書く日々を続けます。ここまでならよくある思春期の少女らしいエピソードなんですが、リー・ジュエンの場合は我々の想像をはるかに超えていたんです。彼女はアンディにのめり込むあまり高校を中退。その後就職も進学もせず、ひたすらアンディと巡り合うのを待ちわびる日々を過ごすんです。夢でアンディに会うため一日の大半を寝て過ごしたこともありました。そして20歳になった時、父親が借金したお金を使い念願のアンディの香港ツアーに参加。そしてアンディの本拠地で過ごしたリー・ジュエンは家に戻るなり両親に怒りをぶつけるんです。あの人迎えにも来なかったわ。私は香港でずっと一人ぼっち。ふざけて。そう、リー・ジュエンはアンディに一度も実際に会ったことがないのに、彼も自分のことを愛していると思い込んでいたんです。ちょっとやべえな。そのため一ファンとしてアンディのコンサートに参加しても怒りは募るばかり。リー・ジュエンが期待しているのはアンディが自分の手を握り目を見つめ愛をささやいてくれることだけでした。結構求めるね。このようにね、現実と夢がよくわからんと、自分が愛されてるとね錯覚してしまうことをね、エロトマニアって言うんですよ。エロトマニア。本日のメトラーキーワード。エロトマニアとは妄想性障害の一つで、自分が相手に愛されていると妄想的確信を抱いている状態。フランス人精神科医ガエタン・ガティアン・ドゥ・クレランボーが研究した精神病で、恋愛妄想病とも言われるんです。フランス人の名前読みづれえな。妄想の対象は自分よりも社会的地位が上の人であることがほとんど。そこには地位が高い人と結びつくことで満ち足りた気分を味わいたい気持ちがあるとされているんです。またエロトマニアが求めてやまないのは、本人が理想化し心から愛する相手とのロマンティックで精神的な一体感。エロトマニア発祥のきっかけは突然で、先にお伝えしたリー・ジュエンのように妄想が瞬時に確信に至るというんです。しかもこの妄想は必要で何年も続くことが多く、別の対象を見つけない限り終わらないというんです。いや怖っ。この相手に愛されているといった確信は現実的な根拠がない場合がほとんど。しかしエロトマニアはその確信が揺らぐことはないんです。その上相手の何でもないような行動を気のある素振りだと思い込んで舞い上がり、エスカレートしてしまうんです。そのためエロトマニアはストーカーの原因の一つだとも言われています。相手が自分に対して拒否するような行動をとると、第三者による妨害、愛ゆえの逃避などと過大解釈をするようになり、ますます相手に対して執着してしまう傾向にあるんです。衝撃のファンミーティング。
2007年3月25日、待ちに待ったアンディのファンミーティングの日を迎えます。イベントの目玉はアンディとのツーショットタイム。リー・ジュエンはこの時を10年以上待ちました。その夢がついに叶うんです。近くで見るアンディに心奪われながらも、リー・ジュエンはアンディと2人で写真に収まることができました。しかし1人のファンに許される時間はわずか。その場を離れる前にリー・ジュエンは慌ててアンディに伝えます。2人きりになりませんか？アンディはニコリと笑い、この頼みを当然断ります。このアンディの答えにリー・ジュエンは愕然。愛を告白されるものだと思っていたのに、彼は私を他のファンと同じように扱った。だろうな。リー・ジュエンからこの話を聞いた両親も憤慨したんです。もうやばか。家族のお金は底をつき、香港に着いてからというもの、高齢の両親は24時間営業のマクドナルドで寝起きしていたんです。父親は筆を取るとアンディへの怒りをぶつけます。なんでやねん。アンディ・ラウ、貴様は一体何様のつもりだ。なぜ娘を悲しませるんだ。娘がどれだけお前のことを愛しているかなぜ分かってやれないんだ。私は娘のために全てを捧げてここに来た。お前は私たち家族をめちゃくちゃにしたんだ。この死に報いるためにも娘と二人きりでもう怖いよこれ。このような抗議の手紙を残した父親、そしてその後父親はなんと自殺するんです。なんでお父さんが自殺するわけ？意味わかんないですよね。うんお父さんね、手紙にね、うん自分の命と引き換えにもう娘に会えっつってね、うんアンディにね抗議したんですよ、うんでもうそれで海に飛び込んだ。で命を絶ってしまう、うんそんなね父親と娘なんですが、一体どんな関係だったのか見ていきたいと思います。父であるヤン氏はとにかく優しい人でした。中学校や語学学校で教師を務めてきた経歴を見ても真面目な人柄が伺えます。しかも14歳年下の妻は体が弱く病弱、家事や仕事ができなかったため、ヤン氏がそれらを一手に引き受けていたそうなんです。そんなヤン氏にとってもちろんリー・ジュエンは可愛い一人娘、目に入れても痛くない存在でした。しかし次第にその愛情は方向性を誤ることになるんです。リー・ジュエンが幼い時のこと、彼女がジュースを買ってほしいとねだった時、ヤン氏にはお金の持ち合わせがありませんでした。どうしても娘にジュースを飲ませてやりたい。そう思ったヤン氏は驚きの行動に出るんです。なんとスーパーマーケットからジュースを盗んできたんです。バカ。娘が望むことを何としてでも叶えてあげたい。ヤン氏はそんな思いが強すぎる父親だったんです。そのね、何でも叶えてあげたいっていう思いはリー・ジュエンがね高校生になっても変わることはなかったんです。ヤン氏は高校生になった娘が必死にアンディ・ラウと結ばれようと行き過ぎた努力をする姿を見て娘をいさめたこともありました。しかし結局は娘の追っかけ行為をサポートするようになってしまうんです。その上ヤン氏は教師を早期退職、周りには父親の介護のためと言っていたんですが、実際には高校を中退して家で怠惰な生活を送る娘の世話をするためだったんです。そんな父にとって娘がアンディと会えなかったと号泣する姿は胸がえぐられるような光景だったんです。そして最後は娘に幸せな時間を過ごさせようとアンディに訴えるため自ら命を絶ったんです。しかしこの死が報われることはありませんでした。事件直後リー・ジュエンはこう主張します。私の父の死はアンディ・ラウのせい。父親の最後の願いを叶えるために彼に会う必要があるんです。アンディも私の父親を弔うべきだわ。そして彼女の母親はメディアに対し、アンディが要求を聞き入れないなら夫の遺体を安置所から引き取らないとコメントしたんです。これに対しアンディはマネージャーを通してこうコメントしています。このようなファンの行動は決して受け入れられません。親はそのような子供の行き過ぎた行為を放任すべきではありません。その後、時が経ち、事件から11年が経過した2018年、再び中国メディアのインタビューを受けたリー・ジュエン。彼女は故郷の蘭州市でスーパーに勤め、母親とつつましく暮らしていることを明かしたんです。すっかり落ち着いた様子のリー・ジュエンでしたが、私はまだアンディに会いたいですとコメントしています。芸能人に恋焦がりすぎた娘とその娘を愛しすぎた父、何かに興味を持って夢中になったり強く人を思う気持ちは素晴らしいことだと思います。しかし何事も度を超えてしまうと途端に悲劇への始まりと変わってしまうと僕は思います。メトラの皆さんはどう思いますか？